待望の女の子でした。名前はサホ。大きな海原に清らかな心で帆を張って進むという意味。どんな困難にも立ち向かえる子になってほしいという願いを込めました。1万人に1人の難病だと告げられたのは2歳の時。一瞬やっぱ、頭真っ白になって、そこまでなんかレッド症候群っていう病気自体がね、もう聞いたこともなかったんで。ごめんちょっと発作っぽくなる時はね。レッド症候群は女の子に生じる進行性の神経疾患。今はまだ治療の手立ても薬もありません。ほんまにその治療法はないんですか？パパは決めました。薬がないなら薬を作ってもらおうと。いつまでねこの笑顔が続くかわからないですけども、その最悪の事態を想定して自分がこう胸を張って精一杯やれることはやったかって思えるようにしたいっていう、後悔したくないっていうところですかね。生まれてから一度も娘の言葉を聞いたことがありません。パパの願いはただ一つ。あ、さえちゃん重たい。パパ大好きやな、さえちゃん。谷岡沙穂ちゃん、10歳。そうそう、こんにちは。こんにちは。よいしょ。さえちゃんも水分取ろうか。自分の力で手や足を動かすことはできません。食べ物を噛むことや飲み込みが難しく、食事はペースト状。柔らかいものじゃないと飲み込みが無理なんで、ちょっと潰したり別のものをハンバーグとかでもこう別で取って潰して、とろみつけて。チーズ？チーズ。さえちゃんチーズと一緒。さえちゃん。言葉を話すことのできない沙穂ちゃん。表情や動作で気持ちを汲み取っていきます。さえちゃん。でも微妙ですよね。そう上手。さえちゃんゲームしようか。目で感情や意思を伝えるトレーニングを続けています。上手。これが視線を感知する装置。目の動きでどこまでコミュニケーションの能力があるのかっていうのが分かるんですけども。だいたいサブちゃんが何考えてるかお父さん分かります？何考えてるか、楽しそうかなとか、なんかどっか痛いんかなとか、眠たいんかなとか、そんななんか本能的なことは分かるかなっていう感じですね。今はいろんな人が来て注目されてドキドキみたいな感じになります。機嫌は良さそうですけどね。自分で動かしてます。すごい、サボさん。月に2回、お母さんとリハビリに通っています。手足の筋肉が緊張しやすく、成長とともに歪みも生じます。足首が一番痛みというか、なんかもうちっちゃい頃から結構変形はあったんですけど、やっぱり成長して大きくなってくるにつれてもっとなんかこう緊張がもっと高くなってきたのもあるんで、この辺がやっぱゆるゆるなんですよ。ちょっと触ってもらったらね、なんかもう、そうそう、上手上手、首の位置。
お腹に力を入れて自分で姿勢を保つ練習を何度も何度も繰り返します。上手。いいよいいよ。油断してる。Happy birthday dear さほちゃん。Happy birthday to you。せーの。さいちゃん。いや。今日は1歳の誕生日ですね、さいちゃん。異変に気づいたのは生まれて半年の頃。なかなか捕まり立ちしないことなど上の子に比べて成長が遅いと感じていました。お座りしていてもゴロンと倒れるように、手を口に何度も入れる様子も気になりました。大きい病院に、何回かいろんな検査をしてもらって、でもどれも異常なしで遺伝子検査をしたんですけども、半年ぐらい待ったの、結果はそれも異常なしだったんですよね。ある日、手を口に入れる、歯ぎしり、気がかりな症状をインターネットで検索すると出てきた言葉。それがレット症候群。初めて聞いた名前でした。なんかもうどうなっていくんやろう。なんかこのままもうね、それこそ寝たきりになるんかなとか、いや喋られへんのかなとか、もういろんなことがよぎったけども、レット症候群は神経性の難病。1万人から1万5,000人に1人いると言われ、できていたことがだんだんできなくなる退行や、同じ動作をする情動運動が特徴です。ほとんどが女の子。21年前、ある遺伝子が原因だと分かりました。それは X 染色体にある遺伝子MECP2 の異常。女の子の場合、性染色体は X が2本で、片方の X 染色体の MECP2 に異常があれば、レット症候群が発症します。一方、男の子の場合、性染色体は X と Y が1本ずつ。Y 染色体だけでは生存できないので、X 染色体の MECP2 に異常があれば、非常に重い障害、もしくは生まれてこないことになるのです。誕生日おめでとう、さほちゃんおめでとう。ほんまにその治療法はないんですか。それはもうないってもうきっぱり言わはったんで、すっきりしたというか、そのいろんなこうなんか神頼みみたいなとかにすがったりとかじゃなくて、自分で何かできないかなっていうのをその時に思った感じですね。治療法も薬もないなら作ってもらう。専門家への働きかけを決意したのは診断の次の日のことでした。2011年、手探りで NPO を作りました。レット症候群支援機構。治療方法や薬の開発のための研究に助成金を渡す活動。寄付を呼びかけ、大学の研究者や医師にこれまでに1000万円近くを託してきました。一番の目標はやっぱり、レッドの
治療法を見つける。世界中どこでもいいんですけども、何か薬ができて、それを日本でちゃんと処方できるようにしていくっていうのが最終の目標なんですけども、九州行った帰りの後から聞いたら、新幹線でもうなんかできないかなって思ってたっていうから、もうなんかもうどっちか言ったら思ったらやりたいタイプなんで、もうその時点で止めれないというか現在治療方法がなく研究費を必要としています。皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします。レッド症候群は日本で今20歳未満の子どもはおよそ1000人。人数の少ない難病ゆえあまり知られていません。そうなんです。はい、ちょっと立てない。はい。お薬もあるんですか？いや、ないんで。ない、何もないの。はい。頑張りや。ありがとうございます。仕事は工務店の営業職。図面の作成や顧客への対応に追われ、家に帰れば NPO の事務作業が待っています。その次の土曜日とかに来ていただいて、大工さんと顔合わせと簡単な、お清めとか。すごい真面目ですよね。下向きですわ。いい意味悪い意味ですごい頑固なところがありますね。笑ってます。聞いてます。ここで小声で喋ってるけどずっと耳ダムですよね。谷岡さんは？職場の理解がなければ活動はできません。社長は NPO の理事にもなってくれました。不動産関係の集まりのコンペでその時に、社長がこれからいろんなとこで、広報するんやったら、手始めにここで一回話しといたらどうや。社長のお友達とかがそれとも今できることみんなでやろうぜみたいな形でいろいろ募金というカンパをいきなりしていただいて、そこで出発点で、支援機構のますますの発展を目標にして乾杯。乾杯。症状や進行の度合いには個人差のあるレッド症候群。患者家族のメンバーは今全国に68家族。初めての方とかも多いと思うので、自己紹介を順番にしていただきたいなと思います。すいません、去年ありまして、今年から初めて参加させていただきました。診断されたばかりでわからないこと多いと思うんですけども、こういう機会、貴重な機会で、いろんな情報を仕入れてやっていきたいと思ってます。うちの子海に行くとすごく体感が良くなってぐっと歩けるようになるので、海はもうできるだけ毎週行くように活動はしています。よろしくお願いします。生後半年から1年半の間に発症し、完治することがないと言われる病気。日々の悩みや将来の不安、思いの丈を語り合います。ゆっくりする暇もないね。いい場を作っていただいて、我々親も、難病を抱えた子を育てるというのは初めての体験で、本人も苦しんでるんですけど、親もやっぱり、もがいているっていうのが現状なんですね。本当にもう情報が共有ができるっていう面においては本当に助かっている。これはすごい。
染色体遺伝子としてはこういう化学構造を持ったものが二重らせん作りながらある。自ら積極的に学ぼうとする患者家族。協力する専門家や研究者は年々増えています。X 染色体にMECP2 っていう遺伝子があって、それは1本に変異があることによって起こる病気。すみません、もう一回すみません。MECP2 がギュッとしてる、抑え込んでるってことですね。なるほど。わかりますかね。ここ結構大事なところですかね。ちょっとポイントかもしれないですけど。難しいかな。女の子の場には XX。お医者さんの説明をいろいろ聞いたりとか、こっちからいろいろ質問したりとかしないといけないので、ちゃんとした知識を持ってれば不安になっていることをこうぶつけて、その中で解消できることが多分あると思うんですけども。これらっていうのは実は専門家がいると聞けば全国どこにでも行きます。これが金沢大学の、堀家先生という方に、いろいろ過去にうちが研究費の助成をさせていただいたこともあるので、今後のその研究の方向性であったりとか、いろんなお話ができたらなと思いまして。この日会う研究者はレッド症候群について遺伝子やゲノム解析の分野から長年アプローチを続けています。失礼します。失礼します。ちょっとゾロゾロときましたけども、遺伝子の話とか、研究の話とか、ちょっと詳しくお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。これはシーケンス解析ですね。要するに MECP2 の変異があるかないかっていうのを実はこの機械で解析するとこうやって波形になって出てくるわけですね。シークエンスですね。ちょっと覗かしてもらっていいですか。ひょっとするとフォーカスが視力によって若干違うので、これをそれをじゃあ今3番のフィルターに変えます。点点点点点点、が MECP2 の場所ですね。こんな風な精力的にする人見たことないです。いやだから谷川さんいつも尊敬する。だって自分の子を世話するのだけでもう手一杯ですもん、普通の患者さんのご家族。レッド症候群であるということを。患者と研究者の距離を縮めることが治療法の確立につながると信じています。いただきます。お先です。活動を共に続ける仲間。レッド症候群の娘を持ち、仕事も抱えながら同じ思いで集まっています。浜田さんとか情報すごい上げてくれるので、Facebook でつぶやいてることを見て、これちょっと良さそうやなと思って行ってこようと思ったり、だから操られてるんですよ。大阪でなんか学会があるというの情報をちょっと見つけたんで、でもその言ってくれるところがやっぱりね、さすが向こうの思い立ったらすごい役割分担で、これが習慣というかもうね、生活の一部になってしまってるんで、たまにね思いますけどね、これなかったら休みの日とか夜とか楽やろうなとは思いますけども、でももう仕事帰ってきて NPO やって、水曜日は家のことちょっとしながら溜まってる NPO があればやってとかっていうのはもう慣れたといえば慣れた。よいしょ、じゃあ車乗るよ。
さほちゃんは自宅から車で10分ほどのところにある特別支援学校に通っています。月曜から金曜日は朝から午後1時まで学校で過ごします。おはようって、おはようございますって先生来てくれたよ。おはようってほら、おはようって言ってくれたよ。おはよう。レッド症候群だけでなく、体にいろいろな障害のある子どもたちが通っています。朝の会をせーの始めます。じゃあ今日はなおちゃんは月カードお願いね。りこちゃんは日付のカードお願いね。学びの中にあるリハビリ、たくさんの工夫が施されています。カレンダーや時間割は先生の手を借りながら揃えていきます。そう頑張って。さあほちゃん、抜けたできました。できた。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を。音楽の授業になると表情は一段と明るくなります。ほらみんなで手を叩こう。うまい。小さい頃から歌やリズムが大好きなさほちゃん。レッド症候群は感受性の豊かな子が多いと言われています。さあさあみんなで食事の準備。手を合わせてください。ご一緒に。いただきます。ご飯からにする？それとも、魚にしますか？魚口開いて、魚で口を。僕はご飯からでいい？もう本当1年生の頃はね、よう寝てたよね。もうなんかしたらすぐ寝ちゃってとかね、本当に一日の中でももうそれこそ食べながらでも寝てしまって。でもやっぱ高学年4年生5年生になってから給食の時間はしっかり起きてしっかり食べて活動も楽しめる、年々積み重ねてきてなと思います。靴履いてる人は靴履いてください。これから帰りの会を始めます。谷岡さん、あとでしょ。みなさん、さようなら。バイバイ。よいしょ。笑っちゃうね。はい、ちょっとさほちゃんの笑顔が活動を続ける力になっています。さほちゃんって言ってました。さほちゃんいいやん。主人とさほがつながってるって感じなんか。お互いね、なんか。上がってきた。もうええ言うてる。3年前の冬、さほちゃんは肺炎で緊急入院しました。レッド症候群は誤嚥性の肺炎や感染症など
別の病気も招きやすく、時には命に関わることも。もし喋れたらと思っていつも考えるんですけども、喋れたらね、助けてよとかって言うんかなとか。一番は、佐保に、治療が、すいません。間に合えば一番いいんですけども、もし間に合わなかったとしても、佐保と同じようなことで苦しむ子がこれ以上出ないようにっていうのが、願いです。すみません。NPO を立ち上げて7年。国際シンポジウムの開催を実現することができました。海外からレッド症候群の専門家やアメリカの家族会のメンバーを招待。国際的なスケールで治療方法や NPO の活動について情報を交わしました。レッド症候群の患者は世界各国に推定30万人いるとされています。中でもアメリカは家族会の活動が長く、寄付の金額も桁違い。薬の治験や承認なども日本に比べて迅速です。日本は患者の実態を把握するためのデータベース作りが7年前に始まったばかり。治療法確立という光はなかなか見えません。世界との協力っていうのを本当にやるためには、まず具体的に何を始めればいいのかっていうところを教えていただければ。ですね、基本的には全てコミュニケーションということになります。レッド症候群の研究をしている先生方と、それから患者さんの団体が二人三脚をきちっとすることです。肺炎で倒れた佐保ちゃん。2週間後に退院することができました。お久しぶり。谷岡さんは一つの決意を胸に東京へ。よし、行きますか。向かったのは厚生労働省。レッド症候群の症状を和らげる薬がアメリカの会社で開発されていると知りました。日本でも使えるようにしてほしい。国が5年前に打ち出した未承認薬の迅速実用化スキームという制度に載せてほしいと要望しました。だんだん治療法がないという中で、ちょっとでも症状の緩和をする薬が海外でも治験が行われてますので、それをなんとか日本に一日でも早く持っていきたいなというのが趣旨で今日来させてもらってますので。じゃあたいちゃんよろしくお願いします。手出してよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はいちゃん頑張ったね。はいしょ。よいしょ。はい。眠たそうやな、さおちゃん。ちょっと起こそうか。よいしょ。はい、さおちゃん、胃腸。てて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 。カエルの歌が聞こえ
公園で思いっきり走り回りたいだろうな。佐穂は今何が言いたいかな。どうしてほしいかな。できることはすべてやろうと決めています。綺麗だね、さわちゃん。レッド症候群の佐穂ちゃん。アメリカの治療薬を使えるようにしてほしいと訴えて2年。これが2回目ですからね、戻ってきてるの。これはいつですか？これが2009年10月。10月に2回目ね、去年の。厚生労働省からは2度にわたって差し戻しがありました。海外の文献や専門家の意見を踏まえた書類でしたが、不十分だという指摘。未承認薬の迅速実用化スキームに載せてもらえる兆しは一向に見えません。ホームページ見る限りは患者団体でも出してもらっていいですよって軽く書いてたんで、受付ぐらいは通って、その検討会議で専門家の人たちが考えてくれるのかなと思ってたんですけども、受付の段階で結構ハードルめちゃめちゃ高いなっていう。迅速化しちゃうやん全然迅速じゃないんけみたいな感じですね。半年に一度の定期検査、脳波を調べてもらいます。寝ている時に無呼吸になったり、日中突然息をこらえる状態になることがあるといいます。今日脳波を打って、全然変わりがなくて、特に悪化しているっていう感じはないと思うんですね。前ちょうどリハビリやってる時にちょうどうまいことピクってなって、やっぱちょっと目見てもらったらちょっと瞳孔がちょっと開いてたかなやけど、本当一瞬なんで、それずっと続くのも良くないんで、これちょっとあかんわって感じやったらちょっと連絡いただいて、場合によってはもう途中で来てもらったらお薬なんか出したりなんかします。一番根っこの部分から良くしてあげるっていうのはちょっと今のところどうやったらいいのかっていうのが、まだ見通しが全く立ってない病気ですね。だから今できることは今困ってる症状をとりあえず和らげてあげるっていう、そういうケア的な部分になってしまうんですよね。こんにちは。お疲れ様です。お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は会議参加でお邪魔します。先生に訴えかけてもらう。これがそうですね。谷岡さんたちは海外の製薬企業に直接アプローチする方法を模索していました。神戸の医療イノベーション推進センター、大学などの基礎研究を実用化につなげるための支援や情報発信をしています。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。センター長の福島医師は希少難病の治療薬の実用化に関して数々の実績を持ち、海外の製薬会社にも精通しています。日本にもすごい興味は持ってくれてまして、でただ日本の製薬会社とパイプがないっていうところで、そこを逆に紹介してもらえないかっていうような、紹介してもね、単純にまず日本の製薬企業は基本的にこういうのにこのなんていうのかな、アンメットの患者さんの数が少ないところは関心を持ちません、基本的に。だからこれはもう医師主導治験で開発ということがもう一番
早道です基本的に。日本の創薬は研究は世界でトップクラス。しかし国の承認制度や製薬会社の思惑などいろいろな壁が立ちふさがり、薬ができるまで10年ほどかかると言われます。死の谷とも呼ばれる厳しい現実。谷岡さんはもう一つの方法も探り始めました。遺伝子治療です。どうもこんにちは。神奈川県に最先端のベンチャー企業があると知り、レッド症候群に関する遺伝子治療の可能性について尋ねました。実は遺伝子治療っていうのはもうすでに臨床に行っていて、いくつかの疾患では劇的にいいということが分かってきてるんですね。でそれがなかなか日本ではまだ普及してないというところがありまして、で特にお子さんの病気ですね。今まで治療法が全くなかったっていう多くの病気に遺伝子治療ができるようになってきた。村松医師は遺伝子を体内の細胞に運ぶためのベクターと呼ばれる物質の開発も手掛けています。レッド症候群の治療では遺伝子 MECP2 をベクターで注入する方法が検討されています。ただし必要な量だけを入れることができるのか、難しい課題が残っています。現状だとまだ行き過ぎちゃったりしてかえってまずいことが起こるかもしれないっていうリスクが残ってるので、みんなそういう慎重にやってるわけだけども、それこそ動物実験でやってみたら、ちょっと甘いモデルとは言ってもそこそこいい結果が出てるということは、何もしないで見てるってもし患者さんが悪くなる一方だったらばリスクを取って治療した方がいいんじゃないっていう考えもあります。期待は半分するんですけども、違う障害が出てしまうかもしれないっていうので慎重にいかないといけないっていうので、確かに難しいんだろうなっていう部分はあるんですけども、チャレンジしてみようっていう先生方、研究者の方が出てきてくれたっていうのはすごく選択肢の幅がね広がるのはすごくいいことだと思ってるので、応援させてもらいたいなと思ってますね。不治の病と言われるレッド症候群。症状を緩和する薬か、根本を解決する遺伝子治療か、選択するのは患者、家族です。今年のシンポジウムのテーマは遺伝子治療。研究費を助成してきた専門家たちと共に考えます。説明するのは村松医師と山形医師。5年前、子どもの難病 AADC 欠損症で遺伝子治療を成功させています。今日一つだけ覚えていただくとすると、このアデノ随伴ウイルスっていう名前を覚えていただいて、略して AAV と言います。アデノアソシエティドバイラス。ウイルスっていうと聞くと皆さん怖いものだっていうイメージがあると思うんですけど、特徴は非病原性。このウイルスを使うと神経細胞に遺伝子を入れることができて、1回入れたら生涯発現します。なので一度の治療で終わり。レッド症候群についてはやっぱり発現レベルを調節できるかっていうことが重要なポイントの一つですし、かえってむしろ悪くなってしまうかもしれないっていう、その調節が考えなきゃいけないっていうのが重要な問題ですね。神経細胞に入りますし、歴史の浅い遺伝子治療。専門家の間でも意見は分かれています。ハンチントン病っていう病気もそうなんですけど、欠損した細胞だけに先生のその AAV 使ったものが入り込めば、それは素晴らしい多分研究法だと思うんだけども、実際の患者さんで MECP2 の量がどれだけかっていうのをどういうふうにモニターしようとお考えなんでしょうか。
基本的にモニター無理だと思いますので、その時にどういうふうに実際 AV 実際目の前に患者さんがおられて実際 MECP を入れようとするというか、その前にネズミとか猿で発現レベルをチェックするって動物なら定量できますから、それをやるっていうことが必要でしょう。もちろんネズミはできると思うんですけど、人でじゃあ目の前に患者さんがいた時にこの人のじゃあ MECP2 量ってどういうふうに測ろうと。で我々のできることってね、今先生のおっしゃったレッド症候群の子供を救いたいという思いは同じ。いうふうに私は考えています。でも安全性という大きな課題を前にゴールはなかなか見えません。なのでドパミンを分泌するっていう意味ではそれで十分。ただ娘のためにできることは何でもしようという思いに変わりはありません。治療薬がないまま時間だけが過ぎていきます。本当に思い起こせばなんですけども、2歳の時10年前にこの NPO の立ち上げを、決意しまして、今私はここに立っています。その時はぼんやりと10年経てば少しはこう症状がマシになるような、薬とかできているんじゃないかなっていう甘い考えを持っていたんですけども、残念ながら現実は厳しくて、自分の娘や、レッド症候群と向き合っているたくさんの子どもたちにいまだに何もまだ具体的に目に見える成果っていうのをお返しできてない。やがて大きな成果につなげるように、私たち患者サイドにできることは、決して多くはないかもしれないんですけども、でも私たちにしかできないこともきっとあると信じています。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear あれはぽちゃん。Happy birthday to you. おめでとう。せーの。今年1月、さほちゃんは12歳になりました。おめでとう、誕生日、ほら。ついてるね。はい、パパ頑張れ。重たいけど頑張れ。ふーちゃんも一緒に出といて。ああ、取れたでこれ。お散歩お散歩。娘に薬をと願い活動を始めて10年。治療薬は今もできていません。きっとゲロゲロゲロゲゲ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 クワNPO の活動としては実績としてねどんだけ残せてるかって言われるとね目に見える形ではまだねあんまり出てないので何かこう残したいなっていう最終それがこう作法が生まれてきた意味につながるという。それでも一歩ずつ
自治医科大学がレット症候群の遺伝子治療に向けた研究を始めることになりました。5年先のゴールを目指します。今日の協定を機に大きな一歩になりますように。さほちゃんは今年3月、特別支援学校の小学部を卒業。春から中学部に進学しました。願いは娘の笑顔を一日でも長く、そしてパパって言ってもらえたらすごい嬉しいですね。はい。なんかパパって言ってパパって言って。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。